皆さんこんにちは。この電車はもうすぐ大月駅に着きます。大月で電車を乗り換えます。向こうに電車が止まっているのが見えます。あのホームに行けばいいんだと思います。電車がだんだんゆっくりになって止まりました。ドアが開きます。今から乗り換えるのは富士急行線です。富士急行線は大月が始発です。始発には意味が2つあります。一つはその日の最初の電車やバスという意味です。もう一つはある路線がスタートする駅という意味です。富士急行線と書いてあります。富士急行線は大月駅を出発して富士山駅や富士急ハイランド駅を通って河口湖駅まで行きます。なのでさっき私が使った始発はある路線がスタートする駅という意味でした。このホームに来たのは初めてです。というか大月駅で乗り換えたのも初めてです。富士山特急と書いてあります。特急電車みたいですね。手前の富士山は寝てますね。車体にいろいろな富士山が書いてあります。ちょっと見てみましょう。これはトイレットペーパーの富士山ですね。中はこんな感じです。看板があります。特急券が400円、指定席券が200円ですね。この富士山、全部顔が違います。後で調べたところ、このたくさんの富士山は普通の人が書いて応募したんだそうです。そして選ばれたものがこの特急に書かれたそうです。ここにはコーヒーの自動販売機があります。ここは線路の終わりです。線路の終わりを初めて見ました。まもなく電車が参ります。危ないですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。A train will arrive soon. Please wait behind the yellow tires. 私の乗る予定の電車が来ます。電車がホームに入ってきました。正面に絵が描いてあります。機関車トーマスの電車でした。たまに見たことはあったんですが、
乗るのは初めてです。ドアの内側にもトーマスが書いてあります。後ろの方まで見てみましょう。機関車トーマスはうちの子供たちが小さい頃見ていました。懐かしいです。富士急ハイランドにトーマスランドがあります。それができて25年になります。それを記念した電車だそうです。ランプ点灯中、ボタンを押せばドアが開きますと書いてあります。ランプが点灯するというのはランプがつくということです。今光っているので押すとドアが開きます。で閉めるを押すとドアが閉まります。シートにはトーマスと仲間たちのイラストが描いてあります。楽しい気分になる車内です。電車が動き始めました。この電車は富士急行線川口湖行きです。次は上大月、お出口は右側です。終点は川口湖です。まもなく上大月です。お出口は右側です。電車とホームの間が広く空いております。お降りの際はお足元に十分ご注意ください。で、ご用意先ドア自動で開閉してまいります。乗り降りの際はドアから手を離してお待ちください。これより先、ドアは自動で開閉してまいりますと言いました。大月駅ではドアを自分で開けましたが、それより先はドアは自動で開くんだそうです。あっという間に隣の駅に着きました。自動で開きましたね。そして自動で閉まりました。そんなに長い間は止まっていませんでした。ここは鶴市駅です。この先の風景をしばらく見てみましょう。結構家も近くて面白いです。次の駅に着きました。
富士急行線は駅と駅の間が短いです。そろそろ私の降りる駅です。改札に向かいます。ここにスマホをタッチします。今間違えて上をタッチしてしまいました。この日、ある撮影に参加しました。とても貴重な体験をさせてもらいました。帰りは鶴市駅から乗りました。ちょっと古くていい感じの駅です。30分ぐらいあったので、ここで本を読んで待ちました。電車が来るのでホームに移動します。今回は間違えず下にタッチしました。ホームは踏切の向こうにありました。踏切の警報が鳴ったら入らないと書いてあります。警報というのはカン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 という音です。では左右を確認して踏切を渡りましょう。線路がまっすぐです。こっちもまっすぐですね。踏切の警報が鳴り始めました。そろそろ電車が来ます。今回はトーマス列車ではありませんでした。ちょっと残念でした。大月に戻ってきた時は雨が降っていました。家に帰る電車に乗り換えます。来る時は目の前の階段を降りてきましたが、帰りはホームが違います。階段の向こう側に行きます。大月を出る前に大月の地名の漢字について説明します。大月は漢字で大きな月と書きます。もともとは欅という意味の大月という漢字だったそうです。欅というのは木です。欅がたくさん生えていたようです。江戸時代になってある時、橋の上から見た月がとても大きかったので、それから空にある月の漢字を使うようになったと言われているそうです。今度の3番線の列車は17時31分発特急かいじ39号甲府行きです。足元紫色の特急あずさかいじ乗車口4号車から12号車でお待ちください。ここは5号車の入り口ですね。
私のチケットは4号車だったので、4号車の方に移動します。今日の富士急行線での旅はいかがでしたか？楽しんでいただけたなら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。最後に私のコースのお知らせです。皆さんの中でもし日本語をきれいに発音したいとか、自分の発音は大丈夫かなって心配な人はいませんか？もしいたらぜひ私のサブスクリプションコースをチェックしてみてください。日本語の発音について勉強できます。また毎月1回発音チャレンジもやっています。皆さん一人一人にフィードバックするので、参加したいという方はぜひサブスクリプションコースをチェックしてみてください。はい、では今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。またね。新しい言葉覚える難しい時